皆さんのコメントが僕の方向性を修正してくれました。3万人突破記念感謝のプレゼント企画やっちゃいます。十分注意してください。やけどしても燃えてもですね、炎の揺らめきの分を残しながら黒で埋めていくっていう。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回ガイムレイズバックルを作りました。まだ見てない方はまずこれ見てから戻ってきてください。今回はこれをヘルヘイム化しますということで、前回の動画の最後に言ってました。で、皆様からのコメントたくさんいただきました。いつもありがとうございます。その中にやっぱヘルヘイム化するならバロンで言ってくれっていうご意見が結構来たんですよ。これ驚きでした。でもそうよね、クモンカイトくんってやっぱり魅力的なんですよね。主人公のライバル、ただひたすらに力を求める。そして闇落ちでもないのかな、まあそれに近い状態。もうね、中二心くすぐる要素が詰まってるんですよ。だから確かにそうだなと思ったので、今回ガイムじゃなくてバロン行こうと思います。なのでこれはそのまま置いといて、僕この状態のものをもう一個作りました。認識ピンは多色発光にしてます。作り方はまあ大体前回と同じなので、興味ある人前回の動画ぜひ見てください。これを一回今バナナにした状態で緑化させていって、でもただこの状態で緑化させるわけではないです。そこはいろいろちゃんと考えてますんで、今回も楽しんでいただけたらなと思います。よし、じゃあ張り切って緑化していこう。チャンネル登録まだの方ぜひ今すぐお願い。クモンカイト邪魔蔵のステージで東道長と対決か。さあまずは緑化からいこうかね。でもその前にこのバロンのフェイスプレートがさ、思いのほか色あせしちゃって、やっぱ外に飾ってるとこうなるよね。でも俺やっぱりおもちゃをしまったままにするっていうのはあんまり好きじゃなくて、色あせしたらしたでその時考えればいいっていうタイプの人間なので、これやっぱ外に飾っちゃうんよね。これも賛否両論あるでしょ。まあいいねんけど、俺は断然飾って遊ぶ派です。さあ今回も緑化ですわ。はい、フドーン。ヘルヘイムの森にはね、こういうタイプの葉っぱが多かった気がする。だからこういうのを貼り付けていきます。まず最初にやりたいのは、このブレードをツタでぐるぐるにしても動かないっていう設定を作りたい。なので、これをぐるぐるに巻きつけるんだけど、植物の向きを見ると、こういう風に成長していってますね、こっちにね。まず植物の出所をはっきりさせましょう。この辺で一回切ってみようかな。で、この隙間があるので、そこにこれを突っ込んで、こっからこうぐるぐるっと伸ばしてって、こんな感じで、ぐわっといこうかなというイメージです。隙間グルーガン。これを刺す。こうぐるぐるして、おー、いい感じいい感じ。ぐるぐる巻きやん。巻くだけ巻いたらグルーガンで固定。あ、いい感じですね。こっちにピュッと伸びたのも可愛くてね。これ余韻です。余韻大事です。で、こっちには今度また違う種類の植物。葉っぱがより青々としてますね。ずっと一つの袋の中に閉じ込めてあるからね、葉っぱに折れ目がついちゃって大変。本当はね、100均で買ってきた買いたての新鮮な葉っぱを使ってほしい。じゃあこれも適当にこの辺に突っ込んで、グルーガンでぼちぼち固めましょう。ちょっと葉っぱがなんか裏にいっちゃいがちやな、これ。なんとか表に集中するような巻き方で、バロンが隠れきらない感じを出したいから、あ、いいかもいいかも。おー。どうかなこれバックルってわからなすぎかな。ちょっと緑に覆われすぎか。これだと確実に寂しいね。こういう緑化始めると、普段道歩いてる時の植物の様子とか見るようになっちゃう。で、工業機械の黄色の塗装を始めると、工事現場にある工業機械なんかを見るようになる。だから日常に改造のヒントって色々隠れてんだなって改めて認識するよね。日常を大切にせなあかんなって思う。今んとここんな感じなんだけど、これをどうしようかなと思ってね、このまま垂らしとくか、一回上に持ってきてこんな感じにするかなんだけど、まあ上の方がバランスいいかもな。垂らしとくのも結構好きなんだけど、これで収まりいいね。なんか垂れてるのはもうこれ一本でいい気がする。よし、基本的にはできたな、これでな。こっちは結構派手なんだけど、こっちがあっさりしてる感じなので、まあもう一種類ぐらい植物足してもいいかもね。やりすぎかな。でも、ふわっと広がってる感じがすごいかっこいい気もするな。いや、いいかもな。これにしようか。ふわってすごいかっこいいよね。多分。で、こっからはこういうパウダーを振りかけます。若干水で薄めた木工用ボンド。これでちょっとこの辺にね、パウダーを一つまみ、ボンドを塗ったところにまんべんなくかけていこう。指でポンポン押さえて定着させます。で、ここにプラスして枯れ草っぽい色もね、両方混ぜるとより自然になっていきますね。こんな感じでパウダーで短い緑を表現。そういえばね、ヘイパウチっていうショートシリーズがあるんですけど、それでこの前ディケードの第4のライダーディスカルドっていうのを出してみたんですよ。だいぶ前に考えたやつなんだけど、で、第3のライダーディバイドっていうのもいたけど、もう今武器はないですみたいなことでやったんだけど、コメントくれた方ありがとう。それを出したことで、僕が勝手に考えた架空のライダーディバイドとディスカルドの名前をみんなが普通に呼び出してるっていうのがすごい嬉しくて、まともに相手にしてくれてめっちゃ嬉しいなと思って、まあ、ディスカルドっていう名前はコメントでもらって、ディスカルドっていう名前かっこいいと思いますって言ってくれたところから派生していろいろ考えてったんだけど、勝手に考えたやつをみんなが当たり前のものとして捉えてくれて、こんな幸せなことないなと思ってね、ありがとう本当に。俺言っときたかった。返信音もね、ちゃんと考えたんですよ。ディスカルドのはよく刺さるカードが飛び出して、ブチッ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 
刺さって1回芯でバーンって復活するみたいな、そういう変身音のイメージなんですよ。こんな感じ。さらにここに本物の乾燥させた苔、これもいつも通りですけどね、グルーガンを塗って苔を塊で配置していきます。この辺のツタが見えすぎてもあんまり良くないので、ツタの上を隠します。こんな感じのことを全体にやっていこう。苔が増えていくね。あー、いい感じじゃないかな。じゃあこんな感じ。やりすぎないように注意ね。で、次はこのブレード部分を少しだけサビ塗装しようと思います。サビ塗装は動画内でやったことないね。こういうのあるんですよ。Amazon に売ってます。これはもう全部だいぶ前にナミさんに習った。僕のサビ塗装の師匠はナミさんです。わーっと混ぜて、蓋についたこの塗料をスポンジ、100均のスポンジです。スポンジに少し取って、要所要所。あんまやりすぎても良くないからね。あとこれ本当は植物巻く前にやった方がやりやすい。植物まで錆びるのはおかしいからね。まあでもちょっと侵食する感じもいいかな。もうツタが絡まって切ってないから錆びるでしょう。で、これもナミさんに習った方法ですけど、ライターでもろうそくでも何でもいいと思います。僕はよく最近バーナーでやりますけど、今回はジッポでちょっとこう炙るんですね。火器の取り扱いには十分注意してください。やけどしても燃えても全部自己責任でお願いしますよ。本当に気をつけてね。あ、植物切れたな。もうこのままやっちゃおう。一通り炙れたら次またサビ塗装。次はちょっと明るめのサビ。まあ、この明るい方のサビは炙っても炙らなくてもどっちでもいいと思います。こんな感じ。ちょっと錆びましたね。これで、もう植物絡まっちゃってもう動いてないんだなっていう感じが少し強調できたんじゃないかなと思います。ちょっと告知させて。どうもパウチです。皆様いつも僕の動画見てくださってありがとうございます。先日この特撮改造エキシビジョンのチャンネル登録者数が3万人を突破しました。本当に皆さんのおかげですね。3万人突破記念感謝のプレゼント企画やっちゃいます。今までは Twitter でしたけど、今回はこの YouTube でやります。明日4月16日日曜日の夜8時頃、僕のこのチャンネルのコミュニティに詳細を投稿します。プレゼント企画のエントリー方法は全部コミュニティに書きますので、しっかり読んで応募してください。ついでにチャンネル登録と僕パウチに対するハッピーなコメントお待ちしてますので、ぜひともよろしくお願いいたします。この動画の次の動画の中で抽選会やりますんで、次の動画も見逃さずにお願いします。さあ、特撮改造エキシビジョンまだまだいきますよ。今年は10万人目指します。これからも応援よろしくお願いします。この怖いタイプの顔から上げるタイプのやつID コア今回は前編と後編に分けるよ。じゃあ次に ID コアなんですけど、外務の時と同じようにクリアバナナロックシード、ここを使います。分解していこう。はい、取れました。このシールは剥がします。これデザインほんと素敵よね、このシール。これでまたここを切ってまん丸にします。よし。でもこんな感じで貼るんだけど、これも前回と同様に黄色くするので塗装ブース行きましょう。色塗りのお時間です。ID コアはバナナ色なのでクリアイエロー。まあでもメタリックイエローでもいい気しますけどね。バナナにもちょっと塗って濃くします。ロードバロンの半円パーツはやっぱり赤ですね。印象的な赤に仕上げていきましょう。クリアレッド吹いてます。周りは黒でもいいかもしれないけど、やっぱり僕はゴールドがいいなと思いました。レイズバックルの下の目立って欲しくないところは黒にしましょう。こっちは戦国ドライバーの色と似てたので、まあ塗らなくてもいいかなとも思いましたけど、一応黒く塗っときました。これ100均で見つけて買ったんですけど、ヘルヘイムでおなじみのネジネジ植物。ちょっと雰囲気わかる？はい、それぞれに塗れました。これが思ったより気持ち悪いね。いい感じやね。植物を考える。なんじゃそら。で、半円は片方はロードバロン、片方はバロンっていうイメージで塗りました。ただこれがね、ちょっとここに収まらないので、少しここ削って突っ込むようにしないとダメなんですけど、高さはこれでいいのか。これ付け忘れた。ちょっと今ね、ハンダゴテとグルーガン温め忘れでした。なので温まるまでの間に、この植物について考えたいと思います。地球の緑のことを考えようみたいなチャンネルになってきた。そういう意味じゃないんだよ。これがね、あまりにもやっぱ植物すぎるなと思うんです。なので、これちょっと間引きます。ほんでね、どこがいらんかなってことなんですけど、まずね、多分これもなくていいわ。これ葉っぱ取れるので、ちょっと取っちゃいましょう。これも取って、で、ツタが残ったので、これを巻いていきましょう。はいはい、巻き巻きしましょう。つってね。巻き巻き巻きの巻きまさん。こんなにこの緑色いらんな。茶色が目立つ方がいいね。この辺から切ろうか。できるだけ斜めにプスッと。いいんじゃない？いいんじゃない？そして、この緑の葉っぱも、これがまずでかいからちょっと切ろうか。ハサミで葉っぱをちっちゃくします。ほい。ちっちゃくしまして。いい感じいい感じ。これで半円の邪魔をほとんどしないね。で、あとこの上なんですよ。上も多分この葉っぱがいらんねん。これもう抜いちゃって、で、ここもいらんわ、多分ね。この葉っぱもでかいかな。これもこんないらんな。もうちょっと切りましょう。これはね、以前出したジャマトバージョンのゾンビブレーカーの時に、葉っぱやっぱつけすぎたなっていうちょっと反省があるんですよ。もう今のうちに葉っぱをね、大胆に切り落としとこうと思って。これでちっちゃくなりましたね。いや、いいでしょう。だいぶスッキリしたね。こんな感じでいいと思う。で、こっちもね、いろいろとこれ多分邪魔なんですけど、ちょっとこうやってなんとなく手で隠してシミュレーションしながら考えた、ここをまず2本これいらんわ。スッと抜けるようになってるので、ほら、すっごい
スッキリでしょ。これも多分いらんねん。これも抜いちゃって、ほらほら、すっごいスッキリ。あとここもちょっとこういう風になんかスルッとこっちに流れる感じでいいなと思います。でこのツタはどうしよう、ここにはわしてみる。ちょっと剣に沿って貼ってる感じ出るかな。おー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 、この感じ。わー、すっきりした。すっげえすっきりした。だいぶちゃうね。いい感じやね。半円パーツはサインペンで半円パーツをつけていきますが、まずこっちはもうそのまま何も切らずにつくので、隙間グルーガンやってからガポッとはめてやりますよ。あとはある程度固まったら周りを補強していくという感じでいきましょう。で今回このねボタンを押すっていう仕組みはいらないと思ってます。これまた後でちょっと考えがあるんで説明します。でもそれもうまくいくかどうかわからないけど、だからもうガッチガチに固められるところガンガン固めるっていうストロングスタイルでいこうと思います。ここもね、本来絶対これもう止めちゃったらボタンを押せないんだけど、デザイアドライバー連動とは違うスタイルを今回模索したいと思います。いやこれもねやっぱね改造を進めながら色々ひらめいていったことなんですよ。これ実際デザイアドライバーの音いらんのじゃないのかっていうね、ない方が都合がいいというか、いや多色発光にしたけど光も実際のとこいるのかいらないのかまだちょっとわからない。だから今回すごい冒険改造を皆さん今見てるという状態ですよ。分かって見てくれてますか？よし、固まったな。はい、まだ途中経過ですよ。今んとここんな感じです。で次こっちですけど、こっちがねキッツキツなのでこの辺削らないとダメなんですね。半円パーツが入る隙間を作るのです。はまりました。はい、半円パーツはこんな感じです。これにもう一工夫していきます。この半円にねロードバロンの腰の布っていうの、その模様っぽいものを描いていきたいなと思います。これはやっぱ一発で決めないとっていうプレッシャーはありましたね。でこれ黒い下地の上に赤い色で炎の揺らめきみたいなマーク描いていくんならいいんですけど、これ逆パターンでいってるんですね。炎の揺らめきの分を残しながら黒で埋めていくっていう、これがなかなか脳がバグるというかね、あれ俺が今どっちの線を描いてるんやったっけっていうので何回も戸惑いました。でもまあまあ最後までいきました。なんとかそれっぽくなりましたね。緊張した。でこっちもなんとなくですけどちょっとバロンっぽくなるかどうかわからないけど、なんとなくバナナアームズのニュアンスかな。これはやらなくてもよかったかもしれん。そういうのも思いつき改造のねおもろいところやから。両方多色発光ですけど、まあこんな感じです。で次またこれも思いつきですけど、この辺をね赤くしたいなと思いました。赤の方が雰囲気出るかなと思って、でうちに通常の赤い塗料がなくてクリアレッドしかないので、さっき使ったこの明るい方のサビ、これを筆でちょんちょんちょんと塗って下地を作って、その上からクリアレッドをいこうかなと思います。サビ塗料の上にクリアを吹くっていうのは初めてだったんですけど、結構まがまがしい感じっていうか、もうなんか血みたいですごい怖いなと思って、雰囲気バッチリでしたね。ロードバロンにぴったりじゃないかなと思います。 ID コア後編磁石を使いますよ。ここにつくね。つきますね。これでね、ちょっと磁石取り替え式で今回行きたいんですよ。グルーガンをちょっとつけて、そのままビタッとこうやれば、これでまっすぐかな。オッケーオッケーオッケー。はい。固まってくれました。で、あとこの周りをもう少しグルーガンで強化。これで、ほい。はい、磁石でくっつきました。はい、綺麗に光通します。で、もう一つの取り替え式。はい、この感じわかりますか？ヘルヘイムにつながるクラックです。僕ジッパーが本当に好きで、だいぶ前なんですけど、このジッパーでブレスレットいっぱい作ってた時期があるんですよ。ちゃんと開け閉めできるやつね。でブチャラティももちろん好きやし、家にジッパーいっぱいあるんですよ。でその中から一つ持ってきて、まあこれを使おうと思うんですけど、この辺で切って全部ハサミで切れるよ。大丈夫。ちょっとこうやってね下が出てる感じがかっこいいかなと思います。グルーガンで留めちゃいましょう。こっちもくっつけます。よし、これで OK。こうですね。あ、そういえばこの植物忘れてないですからね。大丈夫です。ちゃんと後で使いますよ。でこれ粘土板なんですけど、100均で普通にもう100円で買えるので、これの端っこをちょっと潰しちゃおうと思います。でこうやってあらかじめフォトショップで作ったヘルヘイムの画像があります。こんな感じで、おー、ヘルヘイムが覗いちゃってるよ。インベス来ちゃうやつって何がおもろいね今の。何を笑ってんねん。インベス来ちゃうやつって全然何がおもろいかさっぱりわからない。せっかく作ったジッパーの形が崩れないように注意しながらグルーガンでしっかりとくっつけていきましょうわー、すげえ。ヘルヘイムや。う。いよいよシールを剥がして板とくっつけます。いやー、こういうやったことないのすんのええよね。ドキドキワクワクですよ。もうこれは改造というより図画工作です小学校の時の。中学以降の美術の時間でもないですけど、もう図画工作です。楽しいよ。図画工作超楽しいから。よーし、これでザン。ほらー、ジッ
パー開いた。さっきつけた ID コアの磁石の上にもう1個ずつ磁石を置いて、その上からグルーガンでちょんちょんちょんで、上からバコッとかぶせると簡単に位置決めできます。もう少しで完成。でもその前に植物にジャマト感をプラス紫に塗っていこう。これジャマトバックル作った時と一緒ですね。端っこの方を少し紫にすることでちょっとおどろおどろしい感じが出る、ジャマト感が出るという演出ですね。まあ塗りすぎないように注意ですけど、割と思いっきりいっちゃってもいい気もしますね。ちなみに皆さんはビニール手袋かなんかしてくださいね。僕の手みたいにジャマトになっちゃいますよ。弱いやつが消え、強いやつだけが生き残る、当然のルールだ。クモンカイト、超越者ロードバロン、ジャマトグランプリに参戦。はい、そんなこんなで今回も無事に完成しました。レイズバックルのベース赤くなってますね。そしてさっき紫で塗った葉っぱもこんな感じです。ヘルヘイム名物謎の渦巻き植物、これも4つ配置してあります。で、さっきあえて途中で終わったここの付け替えね。はい、こんな感じでヘルヘイムが覗きましたね。いや、一気に雰囲気出ますね。でもなんか足りないと思いません？そうなんですよ。ここがね、空いてるでしょ。ロックシードつけないのって思いました？クモンカイトくん、もともとはね、このバナナで活躍してたので、まあこれがここに来てもいいんでしょうけど、やっぱりそこはね、ヘルヘイムの要素を足したいわけで、僕が考えてたのは、じゃーん、これです。ヘルヘイムの実。これをここにつけることで、ちょっとつけにくいんだけど、このバックルは完成するんですね。ヘルヘイムレイズバックル。もともとはこの前回作ったガイムレイズバックル、これをヘルヘイム化しますって言ってたんですけど、皆さんのコメントが僕の方向性を修正してくれました。本当にね、ロードバロンのアイデアがなければこの形にはなってなかったと思う。いや、すごいね。そしてこっち潰さなくてよかった。このままにして本当によかった。さあ、そこでね、音声なんですよ。今回ベルトとの連動ではない可能性を探るんだっていうね、偉そうなこと僕言ってましたけど、これ何かというとね、いや、なんかね、作っていく中でちょっとこのアイデアも違うなと思って結局やめたんですけど、うちにこういうのがあるんですよ。僕が内緒で今までポツポツ使ってたやつなんですけど、まあ MP3 プレイヤーというやつですね。で、これにはバナナロックシードの変身音のキーを下げたやつが入ってます。ロードバロンの音にしようかなと思ったんですけど、すっごい短くてなんか寂しいんですよね。だから結局バナナかなと思って、なんかキー下げたら魔王っぽくなるかなっていうのでやってみたんですけど、なんかやっぱり使いどころがないなっていうのでボツになったやつです。Banana Arms 大好物これをこのまま適当にレイズバックルの裏に仕込んで音声鳴らそうかなと思ってたんです。でもなんか違うなっていうのは結局やめました。で、途中で紹介した仮面ライダーディスカルドの変身音声、あれ僕自分で作ったやつなんですけど、なんかああいう手法でちょっと魔王っぽい、化け物っぽい、怖い変身音作ってもいいなとも思ったんですけど、やっぱオリジナルの変身音ってね、見てくれる方にはあんまりしっくりこないっぽいんですよね。だからやめました。まあ今回の動画見てくれた人たちの頭の中でいろんな想像の音を鳴らしてもらう方がいいかなと思って。で、まあヘルヘイムとジャマト両方植物でね、相性がいいでしょうっていうので、今回ヘルヘイム化やってみたんですけど、うちにはこのね、緑化、もう一つありますね。これです。ジャマトレイズバックル。これも動画まだ見てない人はぜひ見てください。やっぱ外れた。で、こっちまあ多色発光にしてるから音声は消えちゃうんだけど、こんな感じで、やっぱり相性いいですね。逆にするとやっぱこっちがひっくり返ってるから、なんか違う気がしますね。うん、こっちもいいですね、緑化同士ね。でもやっぱりしっくりくるのは、こうですね。はい、そんなわけで前回の外務から始まったこのヘルヘイム化、どうでしたか？皆さんどんな感想をお持ちですか？ぜひコメントで教えてください。じゃあこの辺にしときましょうか。皆様今回も最後までご視聴ありがとうございました。パウチでございました。ヘルヘイム化も良かったな、ツタ絡まったなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう！これマジで動かないからね。へへへ。